はい、どうもこんにちは。前回ですね、お釈迦様は5段階に分けて教えを説くと、お話ししましたと。でですね、最近出ている、本でですね、その5段階をちょっと表していました。ちょっとなんかいろいろこう映ってますけど、はい。ですね、1段階目ですね、簡単な、例え話とか、入門書ですね、ブッダに対する。この手塚治虫のブッダですね。こういう漫画なんかいいと思いますね。ブッダ、手塚治虫ですね。はい。あとこの増谷さんの仏教百話ですね。この辺りがいいと思います。はい。で、第2段階目ですね。例えば少し上級者になって、アストロジー予言とかね、物質化、インドのサイババとか、アガッセアなんですね。これシバサミなんですよ。これマニバサカの絵なんですけど、こういうのに触れてね、ちょっとやるのがいいと思いますね。はい。あと3段階目ですね。般若心経、色即是空、受想行識。一応論理的なですね、宇宙の構造について初めてこう学ぶと。はい。それがいいと思いますね。あと福音書ですね。こういうのもですね、3段階目ぐらいですね。1、2、3段階目こう入ってますね。3つの環境福音書。そして4段階目がこれヨハネの福音ですね。ヨハネの福音だけレベルが高くて、これ実は4段階目になってますね。はい。あなた方の中に私がいて、私の中にあなた方がいるとか、神様のお家にはお部屋がいっぱいある。これ平行宇宙のことですね。無限にあると。この宇宙の中には平行世界が。これ大体1、2、3、4段階。オーラしてますね。イエスの教えが。5段階目がありませんね。シモン・ペテロの予言がもしもあったらそれで5段階目になりますけど、ないですね。はい。で、3段階目が般若心経。で、4段階目がこれ、量子力学が語る世界像って、これ和田さんの本なんです。これちょっと古いんですけど、これ結構おすすめですね。はい。あと、このホーキング宇宙の方ですね。これが入門書ですね。4段階目の。なんでこの宇宙はこうなってるのか。なんで宇宙が生まれたのか。もう、この、初めにですね、もう前書き読むだけで、これ十分ですね。これが仏教は一体何なのかっていうその答えになってますね。この本の前書きが。なぜこの世界が生まれたのか。なんでこの世界がこうなってるのかが書いてありますね。で、こっちがこの現代言った世界像ですね。はい。で、5段階目ですね。法華経。法華経ですね。はい。で、おすすめの法華経の日本語訳はですね、この本ですね。はい。中高文庫の法華経がですね、一番わかりやすいんで、この法華経をお勧めします。で、このですね、法華経を読むっていう本があるんですけど、鎌田茂雄さんの、講談社学術文から出るものですね。これをですね、参考書にこの法華経を読んでいくと一番覚えやすいですね。はい。それとですね、最後にですね、はい。この IC レコーダーなんですけど、もうですね、ここに置いてある本はですね、みんなですね、読むんじゃなくて、もうこの IC レコーダーにですね、50の菩薩なし、40、30、20、15、4、3、2の菩薩を従者する菩薩祭祀についても言うまでもない。従者が一人きりの菩薩祭祀については言うまでもない。ましてや従者なしで一人で暮らしている菩薩祭祀については言うまでもない。彼らこのサハ世界の大地の裂け目から現れた、もうこういうふうにですね、全部配信レコーダーに録音して、それでもう夜寝るとき聞くことですね。でも一晩中かけておいて朝目覚めた時も、法華経のいずれかの章を耳にすぐ一番起きた時に入るようにすると。あと乗り物に乗る時とかね。で大体1日ですね、賞味3時間ぐらいこう振ると。延べで1日5、6時間こうかけっぱなしにしとくと。そういう生活をですね、20年ぐらい続けると、大体暗記してきてですね、次理解が進みますね。はい。大体これがですね、1、2、3、4、5段階目、それとこの IC レコーダーを使った、宇宙の始まりを解き明かして、自分が如来になるための、21世紀に大体揃う一つの教科書の目安ですね。はい。こういう漫画から読んで、こういう仏教百科っていうこれ1段階目ですけど、こういうところから始めて、アガッセハとかサイババなんて意外と楽しんでね、この3段階目の般若心経とかあたりから難しくなってくるんで、
でこの4段階目の量子力学とか法華経難しいですね。はい。でそれをベースにして福音書を読むと。で最終的にはこの法華経ですね。これを完全に理解して、それであなたも宇宙の始まりを解き明かして如来になると。それでお釈迦様のように弟子を取って下脱させて自分に帰依させて、新しいあなたを中心にした宇宙を生み出すと無限の、これがですね、この人間世界ですね。三次元世界に人間が生まれてくる理由ですね。はい。あなたも今何段階目にいるかはあなた自身で分かると思いますので、自分の段階に合った教科書をですね、これをベースにしてね、横に幅を広げていくといいと思いますね。で横になってる時間ですね、寝てる時間、横になった時間っていうのはですね、お釈迦様も言ってたんですけど、非常に仏教の学習をするのに適した時間ですね。横になってる時間、こういう IC レコーダーを聞いたりですね、またいろいろ思い出したりですね、する、考えたりする時間ですね。はい。寝てる時間は重要な仏教の勉強時間です。はい。じゃあ皆さんもこれを参考にして頑張ってみてください。はい、どうも。